こんにちは、ウォッチミックスです。今回は日本未上陸のマイクロブランドリベルタ様とのコラボレビューとしてメトロダイブ04時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。このリベルタというマイクロブランド、私もあまり詳しくは知らないんですが、公式サイトを見てみると SF からインスピレーションを得てノスタルジアとフューチャリズムを加えていると書かれてあって、そう言われてみるとクラシカルなダイバーズウォッチにも見えるし、パイロットウォッチにも見える、そのハイブリッドなツール感、その感じが SF の世界観をイメージさせるのかもって感じました。ソリッドなツールウォッチ、男の子っていくつになってもこの感じ好きですよね。まだ日本ではほとんど知られていないマイクロブランドなんですが、魅力的なツールウォッチに仕上がっているので、今頼りになる相棒のような腕時計を探しているっていう方はぜひ一度チェックしてみてください。まずはじめに実際に手にしてみた第一印象なんですけど、それはツール系の腕時計なんだけどクリーンな印象あるねって、そんな感じでした。スタイルとしてはダイバーズウォッチのように堅牢そうなリューズガードや回転ベゼルがあってソリッドで武骨な感じなんですけど、文字盤の見せ方がとてもすっきりとしていて時刻がスッと頭の中に入ってくる、その感じがクリーンな印象に見せてるんだと思います。またこのモデルはベゼルがシルバーってこともあってスマートで都会的、そんな感じも伝わってきました。クリーンで実用性の高いツールウォッチ、デザインと実用性のバランスが取れていていい雰囲気持ってますね。ちなみになんですが、空張りがあってもっと武骨なツール感が欲しいっていう方だったらブラックベゼル、ブラックケースのモデル選んでみるのがいいと思います。ちょっと冒険に出かけたくなるソリッドなツールウォッチ、この感じが好きな大人世代の方も多いんじゃないでしょうか。ではデザインをマニア目線で細かくチェックしていこうと思います。今回レビューさせていただくメトロダイブ04はシルバーの回転ベゼルってこともあって、メトロダイブの空張りの中ではスタイリッシュで都会的、そんな印象ありますね。ダイバーズウォッチのようなスタイルをしてるんですが、パッと見た印象がスマートなので、今の空気感だったらビジカジのジャケパンスタイルにも相性抜群じゃないですかね。デザインの注目ポイントとしては奥行き感の演出がとにかくうまいってことですね。公式サイトの写真ではよくわからなかったんですけど、文字盤が中央部分と縁の部分で高さの変わる2段構造になっていて、中央は反射を抑えたマットのブラックに視認性の高いアラビア数字のインデックス、そして一段下がっている縁の部分は蓄光の入ったミニッツマーカーが配置されていて、わずかな段差があることで感覚的に、本当にね感覚的なんですが奥行き感を感じて、これがね時計全体に立体感を与えていますね。この感じ、こだわり感とか高級感とかさりげなく伝えてきます。さらに針の縁の部分がブラックアウトされていてコックピットのケーキのように見せてあるんですけど、この見せ方がめちゃくちゃうまい。白と黒のコントラストのみにすることで直感的に時刻を読めて、実用性もすごく高くなってますね。デザインと実用性のバランスがとても良くて、これは実物を手にするとお、いいねって、そんな感じに、なると思います。ちなみに蓄光は綺麗なブルーになっていて、それもねクリーンな感じがあって良かったですね。明るいところからパッと暗いところに入ると、おー綺麗だねってちょっとね気分上がるところでした。そして面白いのが回転ベゼルですね。ヴィンテージのダイバーズウォッチにあったようなカウントダウンベゼルになっていて、時刻の経過時間を知るっていうのではなくて残り時間を知るタイマー的なベゼルになっています。ベゼルは両回転式で使いやすさっていうのは別として、特別感のあるツール、その感じが楽しさありますね。それとシルバーベゼルのシックなツヤ感とクラシカルなコインエッジになっていることで、なんとなくスマートな印象になっていて、きれいめなコーデにも相性がいいのも個人的には好きなところでした。そしてケースについてはソリッドそのものな作り、ビシッとエッジが立っているのと全体がヘアライン仕上げになっていることで、金属を削り出したようなそんな塊感あります。それにダイバーズウォッチのような堅牢そうなリューズガードが備わっていて、飾り気のない本物のツール、そんな感じに見せていますね。裏蓋は気密性の高いスクリューバック、リューズもねじ込み式となっていて、作りも大満足です。ストラップはブラックのナイロンストラップで
裏側は肌当たりがいいようにレザーになってますね。こういった見えないところもしっかり作られていて好印象です。それとちょっと驚いたのは微状の作りがすごくいいってこと。ストラップに通すつく棒という部分があるんですけど、ペラペラのね金属製ではなくてがっしりとした無垢パーツになってるんですよね。こんなところ多分ね時計マニアしかチェックしないと思うんですが、はじめこのつく棒、このパーツをね見た時にすごってちょっと驚きました。ストラップについては個人的になんですが、上品に見えるレザーストラップを合わせても雰囲気よくまとまるんじゃないかなと思ってます。ストラップ交換でイメチェンするのもありだと思います。時計全体の印象としてはクラシカルなダイバーズって感じもあるんですが、文字盤の見せ方がとてもクリーンでスマートなツールウォッチ、そんな印象を受けました。またベゼルのコインエッジも効いていて、ソリッドなんだけど品の良さも感じさせるバランスのねいいスタイルに仕上がっていますね。きれいめなツール系の腕時計とかフィールドウォッチを探しているっていう方だったらかなり刺さると思います。次に基本スペックと作りについて簡単に解説していきます。ムーブメントは自動巻き機械式ですね。いわゆるゼンマイ式の腕時計になっていて、ミオタ9015が搭載されています。高精度な発振動ムーブメント搭載されてあって、この価格だったら満足度非常にね高いと思います。そして横幅はやや小ぶりな 39mm となっています。40mm を切るこのサイズっていうのはスポーツウォッチだときれいめな感じにも楽しめるので、大人世代の方だったらいいサイズ感だなって感じてもらえると思います。そしてガラスはドーム型のサファイアガラスになっています。サファイアガラスっていうのは非常に硬いガラスで普段使いしていて、まず傷が入ることがないので安心して普段使いできるのがいいところ。これ嬉しいですよね。そして防水はオーバースペックともいえる 200m 防水ですね。もう普通の汗だったり雨っていうのはもちろんなんですが、アウトドア、キャンプだったりバーベキュー行って水をバシャバシャかけ合って遊ぶ、そんなシーンでも安心して使えるような頼もしい防水スペックになっています。ここも嬉しいところ。スペックについては高精度発振動ムーブメントに安心のサファイアガラス、それにオーバースペックともいえる 200m 防水と、普段使いしていてまずね不満出ることはないと思います。ケースやベゼルの空張りもあるので自分好みに選ぶ楽しさっていうのもあって、コスパの高いツール系腕時計といって間違いないですね。また 39mm とサイズ感もいいので悪目立ちしなくてどんなシーンでもつけやすいのもいいところ。デザインだけではなくてスペックや作りにもこだわり感があって満足度かなり高いと思います。まだ届いて数週間なんですが、着用イメージ写真を少し撮影してみたので、コーデのイメージだったりサイズ感の参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。ダイバーズウォッチとパイロットウォッチを融合したようなツール系の腕時計なんですけど、すっきりと見せてあってどこか都会的なところもあるので、ジャケパンスタイルからきれいめな大人カジュアルまで合わせやすかったですね。個人的にはグレーのレザーストラップに交換してシックな感じに見せて楽しむのがすごくね良かったですね。武骨なツールウォッチとして楽しむのもいいし、きれいめなツールウォッチとして楽しむのもいいかとは思います。ラグジュアリーとは決してね言わないんですが、品の良さを感じさせるっていうところもあるので、つける年代を問わずおすすめできる、そんな一本でした。今回は日本未上陸のマイクロブランドリベルタ様とのコラボレビューとしてメトロダイブ04を時計マニアの目線で徹底レビューしてきました。いかがだったでしょうか。
武骨なツール系のデザインの腕時計には違いないんですが、クリーンなスタイルに見せてやるってこともあって、今の空間だったらどんなシーンでも使いやすい腕時計に仕上がっていました。オンでもオフでも使いやすい都会的なダイバーズウォッチを探してるっていう方だったら、深くね刺さるんじゃないでしょうか。ぜひ一度公式サイトチェックしてみてください。欲しくなると思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。